こんにちは。日本語学習ポッドキャストへようこそ。皆さんこんにちは。日本語の旅へようこそ。僕はホストのレンです。今日のテーマは日本語学習者なら絶対に共感できるあの悩みです。ひまさん、よろしくお願いします。こんにちは、ひなです。あの悩みって言っただけでもう何か伝わる気がします。リスナーの皆さん、今日は絶対にわかると思いながら聞いていただけると思います。今日のテーマはズバリ、なぜ日本語の単語を忘れてしまうのか。ズバリというのは遠回しにせず直接本題に入るという意味の口語表現です。覚えたはずなのにすぐ忘れるあの悔しさ、言語学習者なら必ず経験したことがあるはずです。悔しさというのは思い通りにいかなくて悔しい、残念な気持ちのことですよね。単語を忘れるのは意志が弱いせいじゃない。実は脳の仕組みと勉強の方法に科学的な理由があるんです。科学的な理由というのは研究や実験で証明された根拠のある説明のことです。今日はそこを深掘りしましょ深掘りするというのは表面だけでなくもっと奥まで掘り下げて詳しく調べるという意味ですね。では最初にそもそもなぜ人間は言葉を忘れるのか、脳の基本的な仕組みから教えてもらえますか？う。まず知っておきたいのがエビングハウスの忘却曲線です。忘却曲線というのは人間がどのくらいの速さで記憶を忘れるかを示したグラフのことです。忘却というのは記憶した内容を忘れることです。19世紀のドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが研究したもので、今でも記憶研究の基礎になっています。忘却曲線というのは具体的にどんな内容なんですか？どのくらいの速さで人は忘れるんでしょ衝撃的なんですが、新しいことを学んだ後、なんと20分後にはすでに 42% を忘れ始めます。すでにというのはもうその時点でという意味です。そして1時間後には 56%、1日後には 74%、1週間後にはなんと 77% を忘れてしまうんです。う。1日で 74% も忘れるんですか？それはかなり絶望的な数字に見えますね。絶望的というのは希望がなくて諦めたくなるほど状況が悪いという意味です。じゃあ記憶を勉強しても意味がないということ？そこが大事なポイントで、忘却曲線には続きがあります。復習のタイミングを正しく取ることで忘却曲線を書き換えることができるんです。書き換えるというのは元の内容を変えて更新するという意味です。復習するたびに記憶が強化されて忘れるまでの時間が長くなっていくんです。記憶が強化されるというのは記憶がより深くより長持ちするようになるという意味ですね。ではそもそも脳はなぜ忘れようとするんでしょう？忘れることは悪いことだけではないという話も聞いたことがあります。実は忘れることは脳にとって必要な機能なんです。脳は毎日膨大な量の情報を受け取ります。膨大な量というのは非常に多い、大量のという意味です。全部記憶していたら脳がパンクしてしまう。だから脳はこれは重要でないと判断した情報を積極的に削除しているんです。積極的にというのは自ら進んでという意味です。なるほど。脳が自動的に整理しているんですね。では逆にこれは重要だと脳に思わせるにはどうすればいいんでしょ脳が重要だと判断する条件がいくつかあります。一つ目は感情とのつながり。感情が動いた時の記憶は強く残ります。二つ目は繰り返し出会うこと。何度も見た、聞いたものは重要と判断されます。三つ目は実際に使うことです。使わない情報は脳に不要と判断されてしまいます。う？なるほど。感情、繰り返し、使用の3つが記憶を強化する鍵なんですね。鍵というのはあることを可能にする最も重要な要素のことです。日本語の単語を忘れやすい理由もこの3つに関係していそうですね。日本語の単語が特に忘れやすいと感じる学習者が多い理由は何でしょうか？英語の単語と比べて日本語の単語の方がより忘れやすいんでしょうか？日本語には記憶を難しくする特有の要因がいくつかあります。特有のというのはその言語だけにある独特のという意味です。まず文字体系の複雑さです。ひらがな、カタカナ、漢字という3つの文字システムを同時に開ける必要があります。文字体系というのは言語を書き表すための文字の仕組みのことです。3種類の文字というのは確かに他の言語にはあまりない特徴ですよね。例えば、コーヒーはカタカナで、コーヒーは漢字で、コーヒーとひらがなで書くこともある。
同じものでも表記が複数あるのは学習者には混乱を招きますよね。混乱を招くというのは分かりにくくなって困らせることです。そうです。さらに、音の似た単語が多い問題もあります。橋、箸、橋、聞く、聞くのように発音は同じでも意味が全く違う単語がたくさんあります。同音異義語というのは音が同じで意味が異なる言葉のことです。文脈がないと区別できないので記憶の混乱が起きやすいです。橋と箸の聞き違いは実際に面白い時代を招くことがありますよね。橋を渡ってくださいと言いたかったのに、箸を渡ってくださいと聞こえてしまう。文脈大事。本当にさらに日常生活で使い機会が少ないという問題もあります。日本語を学んでいても日本語を使う環境が身の回りにないと学んだ単語を実際に使うという強化がなかなかできない。これが記憶の定着を妨げます。定着というのは記憶がしっかりと根付くことです。妨げるというのは邪魔をする、阻害するという意味です。漢字の記憶も特別難しいですよね。日本語の単語は漢字とその読み方を両方覚えなければいけない。走るという漢字と走るという読み方と run という意味の3つを同時に記憶する必要があります。まさにこれを未重の記憶負荷と言えると思います。記憶負荷というのは記憶に対してかかる負担、プレッシャーのことです。同じ労力で英語の単語なら1つ覚えられるのに日本語だと3倍の情報を結びつけて覚えなければいけない。これが日本語学習が難しいと感じる大きな原因の一つです。日本語の単語をすぐ忘れてしまう学習者が無意識にやってしまいがちな間違った勉強方法はありますか？無意識にというのは気づかないうちに意識せずにという意味です。あります。まず一夜漬けです。一夜漬けというのはテストや発表の毎日に一気に詰め込んで勉強することです。短時間に大量の単語を暗記してもそれは短期記憶にしか入らずすぐに消えてしまいます。短期記憶というのは数分から数時間しか保持できない一時的な記憶のことです。短期記憶と長期記憶の違いは重要ですよね。長期記憶というのは何日も何年も保持できる安定した記憶のことです。学習した内容が長期記憶に移動しないとすぐに忘れてしまう。では、一夜漬け代わりに何をすればいいんですか？分散学習が効果的です。分散学習というのは1回に大量に勉強するのではなく時間を分けて少しずつ繰り返し勉強する方法のことです。例えば100単語を1日で詰め込むより20単語を5日間かけて繰り返す方がはるかに記憶に残ります。はるかにというのは比べ物にならないほどずっとという意味です。2つ目の間違いはありますか？単語を孤立して覚えることです。孤立してというのは他とのつながりなく単独でという意味です。単語帳を見てありがとうイコール Thank you とだけ覚えても文脈から切り離された単語は忘れやすい。文脈というのはその言葉が使われる状況、前後のつながりのことです。単語は文の中で状況の中で覚える方が記憶に残りやすいです。ありがとう。コーヒーをおごってくれてありがとう。という具体的な場面と一緒に覚える方がいいということですね。おごるというのは自分がお金を払って相手に食べ物や飲み物をもてなすことです。まさに実際の会話場面、感情、状況と結びつくと記憶の強度が格段に上がります。格段にというのは比べ物にならないほど大きくという意味です。3つ目の間違いは受け身の学習だけすることです。受け身というのは自分から動かずただ情報を受け取るだけの意味です。単語を見る、聞くだけで実際に使わない学習は効果が低いです。インプットだけでアウトプットがない学習ですね。インプットというのは情報を取り入れること。アウトプットというのは学んだことを使って表現することです。読む、聞くだけでなく書く、話す練習が必要ということですね。では、単語を効果的に覚えて忘れにくくするための具体的な方法を教えてください。効果的にというのは目的に合った結果を出せる方法でという意味です。まず感覚反復法。感覚反復法というのは最初は短い間隔で復習して覚えられたら少しずつ間隔を伸ばしていく記憶法のことです。例えば1日後ダイヤ、3日後ダイヤ、1週間後ダイヤ、
2週間後という感じで復習のタイミングを伸ばしていく。これがエビングハウスの忘却曲線への最も科学的な対処法です。アンキーというアプリがまさにこの感覚反復法を自動でやってくれるシステムですよね。暗記はフラッシュカード形式で感覚反復法を使って単語を効率よく覚えられるフリーアプリです。多くの日本語学習者が使っていますよね。暗記は本当に優秀です。次にストーリー記憶法です。ストーリー記憶法というのは覚えたい単語を使った短い物語や場面を作ってストーリーと一緒に記憶する方法です。例えば悲しいという単語を覚えるなら、雨の日に好きな人と別れた悲しい記憶という場面を想像して結びつける。感情と組み合わせるわけですね。さっき感情とのつながりが記憶を強化すると言っていましたが、それを意図的に作り出すということですね。意図的にというのはわざと目的を持ってという意味です。そうです。3つ目はシャドーイングです。シャドーイングというのは音声を聞きながらほぼ同時に口で言葉を繰り返す練習方法のことです。影のようについていくという意味の名前です。耳と口と脳を同時に使うので記憶に非常に効果的です。4つ目もありますか？実生活への組み込みです。組み込むというのはあるものを別の仕組みや生活の中に取り入れて一部にするということです。覚えた単語を意識的に日常の行動と結びつける。例えば起きるという単語を覚えたら、毎朝目が覚めた時に心の中で起きたと日本語で思う。眠いなら眠い時に眠いなーと日本語でつぶやく。生活の中に日本語を忍び込ませる。忍び込むというのは気づかれないようにこっそり入り込むという意味です。それは自然なアウトプットの機会を作る方法ですね。ひなさん、あなた自身が言語学習で単語を忘れてしまった体験や、逆に何か工夫して覚えられた体験はありますか？あります。英語を勉強していた時のことですが、エンバラストという単語がどうしても覚えられなくて、単語帳で何度見ても次の日には忘れるを繰り返していました。どうやって最終的に覚えられたんですか？先生の前で英語で発表している途中に完全に言葉が出てこなくなって真っ赤になって固まってしまったんです。固まるというのは緊張や驚きで体が動かなくなることです。その時の恥ずかしさが強烈すぎて、あれ以来エンバラストを一度も忘れていません。まさに感情との強烈なつながりで記憶が固まった典型例ですね。典型例というのはその事例をよく表す代表的な例のことです。失敗体験が最強の記憶強化剤になったと。本当に。だから恥ずかしい失敗をすることを恐れるなとも言えます。失敗した瞬間は辛いですが、その感情が言葉を脳に焼き付けてくれます。脳に焼き付けるというのは記憶が非常に強く消えないくらい深く残るという比喩表現です。完璧を目指すより積極的に使って失敗する方が記憶には効果的なんです。日本語の単語を覚える時の特別なコツはありますか？漢字の覚え方など日本語ならではのヒントを教えてください。漢字は部首で覚えるのが効果的です。部首というのは漢字を構成する共通のパーツのことで、例えば山水という部首がつく漢字は海、池、泳ぐ、泡、泳ぐなど水に関係するものが多いです。部首の意味を知ると知らない漢字でも意味が推測できるようになります。推測するというのは情報から推し量って判断するということです。語源から覚える方法ですね。語源というのは言葉の由来、元々の意味のことです。例えば、木という漢字が入っていれば、木や言葉に関係する言葉と推測できる。漢字のパターンを学ぶことで単語の意味が推測しやすくなりますよね。それと擬音語擬態語は感覚と一緒に覚えるのが最強です。ふわふわは実際にふわふわしたものを触りながら、ドキドキは本当に緊張している時に、感覚と言葉を同時に体験することで体が言葉を覚えてくれます。体が覚えるというのは意識しなくても自然に出てくるほど深く記憶されるという意味です。ひなさん、恒例の素早い質問コーナー。恒例というのは毎回行われる定番のという意味です。答えは一言でお願いします。記憶力を上げる最強の習慣を一つ挙げるとしたら？睡眠。記憶は寝ている間に整理されて定着します。睡眠不足は最大の記憶の敵です。敵というのは妨げる最も悪い存在のことです。睡眠
勉強法じゃなくて睡眠が来ましたね。徹夜で単語を詰め込むより適切に学んでよく寝た方が絶対に覚えられます。これは科学的事実です。徹夜というのは一晩中眠らずに過ごすことです。日本語学習者へのアドバイスを一文で言うとしたら、忘れることを恐れるな。忘れるたびに正しく復習することで記憶はどんどん強くなるです。忘れることは失敗じゃない。記憶が育つプロセスの一部なんです。プロセスというのは目標に至るまでの過程、手順のことです。忘れることは失敗ではなくプロセスの一部。これは日本語学習だけでなく全てに学習、人生に当てはまる言葉ですね。当てはまるというのはある事柄が広く適用できるという意味です。今日のまとめです。脳は使わない情報を積極的に消去する。忘却曲線を乗り越えるには分散学習と正しい復習のタイミングが重要。単語は感情、文脈、実際の使用と結びつけて覚える。そして失敗を恐れずに積極的に使うことが最高の記憶強化法です。素晴らしいまとめ。ひなさん、今日も本当にありがとうございました。リスナーの皆さん、今日から単語を忘れてもこれはプロセスの一部だと思い直して前向きに復習を続けてください。前向きにというのはポジティブに良い方向に気持ちを向けてという意味です。そして今日覚えた言葉を明日、3日後、1週間後と復習してみてください。それが忘却曲線への一番の答えです。楽しんでいただけたら高評価と登録をよろしくお願いします。さようなら。さよならを忘れないでね。またお会いしましょう。さよなら。